女の拷問師ほぼいないんじゃね？汚れ仕事で力仕事だからな。へえ。じゃあうちの社長って珍しいんですね。あ、ヘラさん、あれ男だぞ。まつげミョーンでフリフリで女口調でしたよ。まつげみょーんでフリフリで女口調のおっさんなんだよ。どう？ミケもヒューも仕事は順調？いい感じだよな。はい。はい。やっぱり女性にしか見えないけど。ちょっとごめんね。はい。はあ！うちの可愛い従業員にそんな仕事させんかよ！有料企業なめんなクズ野郎！あ、男だ。やたらめたらふさぎ込んで開いてみせましょう君のオープンマインドリフォームマインド生きるの汁出るあのしゃらくせ頭ひめてみたとこで刻め見つめシャツを目指すキャンシップそれでよむしろそうなってからそれでもなんだかわからない謎の言動力で進むのさスピリテスだって飲み干して当たらない旅しまったぽつり夢のない日々にはしちゃって日照3時暗いわかんむしむちを楽園で描く塊愛のない世界に投げ捨てたら Go wrong 当たり前だった非日常だった常識 Go Go Brothers ああ、ビビってるじゃないですか。ヘラさんがおっさんモード出すから。社長モードと言いなさい。また一般人への拷問依頼ですか？ええ、そう。一般人？ああ、普通拷問にかけていいのは認定された悪人だけだろ。でも中には一般人を拷問にかけるクソ業者もいるってわけ。その点うちは信頼できる筋からしか受けない。つまり業界一ホワイトな拷問会社よ。心置きなく拷問して OK ってことだ。おお。それでなに？社長はなんで女装してるんですか？余計なこと聞くなよ。なんでですか？全然余計なことじゃないですよ。これはもう宿命かしらね。私はこの格好をしなきゃいけないのよ。何か重大な理由が。だってこんなに美しいんだから。な、聞く価値なかったろ。おいヘラ、これ買い替えてほしい備品のリストや。ありがとうね。電気椅子一脚ダメになっちゃったか。いっそ全部最新式に変えちゃおうかしら。いらんもん買うな。リストの分だけでつまんないわ。経費の無駄や。まあそうだけど。シウさんってなんで社長にタメ口なんですか？なあ、あの二人付き合い長いから昔二人でフリーの拷問師やってたんだと。フリー？絶対に吐かせるって評判だったらしく、ついたあだ名がスピリタス。社名そこからなんですね。そしてシュウさんの師匠でもある。いきなりナンパしてきたらしいよ。ねえ、君さ、拷問とか興味ない？しかも血まみれで。めちゃめちゃヤバい人じゃないですか。あ、
これ平気平気、いつものことだからけどその姿見てシュウさんは興味持ったんだってさ。お互い様ですかね。使える子が増えてよかったわね。まあ俺の指導のおかげやろ。私も新人ちゃんに指導したいな。いらん、俺らで十分や。どうせ痛い拷問しか教えてないんでしょ。痛みよりもっと効くやつ教えてあげなきゃ。やめろ、教育に悪い。お前が教えようとした時のセロの顔忘れたんか。まあ効果抜群なのにいったたたたたた、やっぱまだ痛いな。ちょっとはしゃぎすぎたな。潮時かね。やめるんか。まさか。寝てる間に考えたんだけどさ、会社作ろうと思って。は？遅い。シフトの提出期限は守るように。すみません、ノエさん。一人が遅れると全員が困るんだ。ヒューがノエさんに怒られてる。社員さんは真面目やな。覚えておくように。おーおーおうわ、セロさん参戦。ー、ぶっ飛ばすぞこら。チンピラやん。偉そうに言いやがって、俺の後輩いじめてんじゃねえぞ。言いがかりはよって、どこがいじめだ。僕は当然の注意をしたまでだ。セロさん、ヒューのためにあんなに怒って。いや、遅れても自ら出してきたヒューはマジだ。貴様はいつ出すんだ。今やってんだよ。あいつもシフト出してないだけやろ。なんだこれは。見ての通りだけど、本当にこれで組むぞ。いいっつってんだろシシ。別に仕事より優先したい相手も予定もねえし。貴様は本当に寂しいやつだな。拷問ばかりして。うるせえ。ノエさんって拷問業に興味なさそうなのに、なんでうちで働いてるんですかね。ああ、あいつはヘラが拾って面倒見たんや。見て見て、かわいい子拾っちゃった。元いたとこに返してきなさい。あいつがあんなに熱心なんはヘラに懐いとるからや。またセロと喧嘩してたの？向こうが因縁つけてくるんですよ。ノエが気にするからそうなるんじゃないの？そんなこと僕は悪くありません。よそ見しないの。はい。ヘラ終わったで。随分と早かったわね。全然慣れなくて情けない。でも事務仕事はたくさんしてるし、ヘラさんも助かるって言ってくれてた。拷問はできないけど、僕が一番ヘラさんに頼りにされてるはずだ。頼もしいわねセロ、新人なのに。いや余裕っすよ。ちょっと拷問の腕がいいからって、あんな新人が何だって言うんだ。ういっす。どうも。こんなやつ気に入らない。おいこらやんのか。何もしてないだろ。ヘラさん、やっぱりあいつとはうまくやれそうにないです。喧嘩するほど仲がいいってやつね。でもシウさんやセロみたいに拷問できたらなって時々思うんです。もっと直接ヘラさんのお役に立てたらって。何言ってんのよ。ノエに拷問してほしいなんて思ってないわよ。今の仕事はノエにしか任せられないし、
一番近くで支えてくれてるじゃない。頼りにしてるわよ。あー、ロエ、信号変わったわよ。発進して。お前も分かっとるやろ。ノエはお前に劣等感があるんや。あんまりつついたんなや。んなこと言われても俺関係ねえしな。おい、これどうした？僕に何か用か？ダメだ、なんかムカつく。いきなりなんだ。ほら、報告書。字が読めない、書き直せ。やっぱりこいつとは仲良くできねえ。はーい、おしまーい。働けアホ。おい、いつになったら人手が増えるんや。いやーね、顔くらい洗ってきなさいよ。俺一人で何件さばいとると思っとんや。まあまあ、明日から新人が入るから。またどうせ役立たずやろ。続く方が珍しいからね。今年入って何人辞めたっけ？68人。お前らそんなんでよう応募してきたな。そこのお前も痩せ我慢しとるくらいならさっさと帰れ。いや、俺は血のシミってどうやったら落ちるのか心配で。そこなんか。30度以下のぬるま湯で洗うとええで。マジっすか？あざっす。さっさと言えよ。今喋った方がお互い楽だと思うけど。お前全然抵抗ないんやな。異常者か？いや、必要な作業って感じなんで、まあ普通っすよ。大体のやつはビビって逃げるんやけどな。俺はそういうの全然ないっすけど。向いてんすかね、拷問。こんなん向いてて喜ぶな。おはようございます。染めたんか？ああ、明るい色だと汚れが目立つんで。続ける気なんか？やめさせたいんすか？そうやないけど。いろいろ汚れるし、クズばっかでムカつくけど、やったことないことばっかで面白いし、続けようと思ってますよ。なら俺もちょっと本腰入れて教えようか。マジっすか？やったー。そんなんで履くか？あんな小物一発で履かせや。やったらできるんや。2日で覚えろ。てか分厚っ。やれ。暗記は苦手じゃないっすけど、さすがに特殊な知識だと。やるかやらんかどっちや。だって言い過ぎて。じゃあ死ぬ気でやるんで、ちゃんと合格したら。合格したらご褒美くださいね。はいはい、何でも好きなもんくれとるわ。にしても拷問される側ってこんな感じなんすかね。優しい先輩からのスキンシップや。おいノエ、ここにあった指示書を知らんか？僕は触ってないですけど、セロが持って行ったんじゃないですか？は？血と肉の匂いで気持ち悪い。さすがにあの件数は張り切りすぎた。シュウさんの分勝手にもらったけどまずかったかな。でもあの人忙しそうだし。休んでる場合じゃない。
勉強もやらないと。また無理難題ふっかけて。無理やったらその程度ってことやろ。厳しいわね。勉強熱心だし腕もいい。何よりあなたを慕っている。そういう子は大事にしておきなさい。いい弟子を持った私が言うんだから間違いないわ。そういや試験今日やったな。に引くわ。ひどっ。ご褒美の件忘れてないですよね。ああ、好きなもんいいや。セロ。お、それお、名前で呼んでほしいってお願いしようと思ってたんすよ。乙女かよ。そんなんじゃないっすって。ヘラさんに聞いたんすけど、ここのバイトすぐ辞めるからシュウさん名前覚えないって。でも覚えててくれたんすね。お前俺のことハトかなんかやと思ってんか。覚えとるわそれくらい。そんなん褒美にならんわ。なんか別の家。じゃあ俺をシュウさんの弟子にしてください。弟子やからって甘くせんで。はい、俺の言うことは絶対っす。契約キャンセル不可やで。そんな気ないっすよ。シュウさんが吸ってるタバコ？ああ、この前長時間の作業で気分悪してたやろ。そういう時はそいつでごまかせ。一人で無理すんな。お前がおらんなったら困る。よう覚えとけセロ。了解っす。それにしてもお前もよう続くな、こんな仕事。それはまあいい師匠がいたおかげじゃないですか。はいはい。俺もいい弟子がおって幸せやわ。絶対思ってないっすよねそれ。でも結構使える右腕になったでしょ。せいぜい右手くらいやろ。厳しいっすね。忙しい。シュウさん、次何やればいいですか？あと残りこんだけ。まだこんなに。セロさんいないと大変ですね。今日も休みなんですか？ああ、しばらくこんなしいわ。はあ、疲れた。だね。ようやったな。これでうまいもんでも食って帰れ。ねえ、そんな。セロさんが休んでる理由って何ですか？おお。月末にまとまった休みもらっていいっすか？どうしたんや。いやまあそれは。って理由は特に言わんかったけど。それやめる人の典型じゃないですか。何をやぶから棒に。落ち着いて考えてみ。あいつがこの仕事辞める理由なんてないやろ。理由なんて。ダメだ、ありすぎる。ある？あるか？シュウさんがセロさんに優しくしないから。やめやめ。だってやめや。でも僕たちもセロさんに甘えて負担かけちゃってたと思いますし。シウさんももっと優しくしましょうよ。あいつに優しくってこれ以上どうせっつんや。しばらく休んですんません。セロさん。お？僕仕事一生懸命頑張ります。セロさんの足引っ張らないよう早く一人前になるんで。ああ、僕も血が平気になるように頑張ります。セロさん。こいつらどうした？あいつらなんか変じゃないですか？おお。シウさん、優しくですよ。悩み聞いてあげましょう。
それでですね、休みもらった理由なんですけど。どうした？なんか悩んどんなら俺に言えや。怖い怖い怖い。俺が辞める？ないないない。だって汚れ仕事だし肉体労働だし、セロさんパワハラされてるし。おい、それに僕たちが半人前なので。重荷になってるかもって。全然そんなことねえよ。シュウさんと2人だった頃の方が地獄だったし。じゃあ休んでたんはなんでや？よくぞ聞いてくれました。じゃーん、拷問指導員講習。この試験受けに行ってたんだよ。これでお前らに何でも教えられるぞ。そんでミケもヒューもできること増えたらシュウさんも楽になんじゃん。驚くかなと思ってこっそり取ってきたんだよ。でも本当やめるとかじゃなくてよかったです。俺が辞めるわけないでしょ。可愛い後輩もすげえ怖い先輩も、あとついでに変な社長とうぜえ社員も、この仕事も全部俺めちゃくちゃ気に入ってんだからさ。セロさん、じゃあ早速教えてほしい拷問があるんですけど。ほんと可愛い後輩だこと。シュウさんも俺が辞めるかもって心配してくれました？してないわアホ。他の仕事しとるとこなんか想像できんし。シュウさんと一緒にしないでくださいよ。俺がいろいろやってたの知ってるでしょ。セロさん何やってたんですか？僕も知りたいです。はいはい、仕事すんで。ういーっす。アンダーグラウンドな日常に肩を並べて歩く僕らは、まとわりついてうざい声も笑いの種にしちゃう。赤く染まる空が思い出足取りは軽やかに、あの手この手で這い寄る不安の種も飲み下しちゃおう。開け放したドアに目とつく広い色でも一生